加穂温泉医師団街と竹久夢二伊香保記念館ダイジェスト版有機表の旅。今回も伊東園ホテルズの送迎バスを利用です。2月からバス料金が値上げになっちゃうのよ。物価高のこのご時世、仕方ないよね。群馬方面の場合の集合場所は池袋駅西口の東京芸術劇場前。矢印のあたり。黄色いベストを着ている人がスタッフさんです。8時55分集合。早く到着してもすぐにバスに乗れました。バスは行きも帰りも指定席です。9時10分に池袋を出発。時間厳守でお願いします。バスは空いていました。10時に川越ユーオブジェ前に到着。ここでも乗客は少なめでした。入間川かな。10時25分に高坂サービスエリアに到着し、20分の休憩。シューマイの串を食べました。欲張り串680円。エビシューマイ3個串590円。10時45分に高坂サービスエリアを出発。赤城山が見えてきました。裾野は流し赤城山。反対側にはもみじに生える妙義山が見えるのよ。そろそろ目的地の伊香保温泉。11時43分に伊香保温泉手前の上州物産館に到着。ここで約1時間の昼食休憩です。お土産の売店とレストランがあります。水沢うどんの盛りうどん700円。舞茸天ぷら付き水沢うどん1200円。思わぬところで水沢うどんを食べることができました。12時50分、長州物産館を出て先にグランドホテルで乗客を降ろします。次が金太夫です。13時に金太夫に到着です。バスは私たちを降ろした後は島温泉に向かいます。早く施設予約に並ばなくちゃ。早いもの順で無料の貸し切り風呂とカラオケの予約ができます。今回は空いていたのか、無料の貸し切り風呂の露天風呂が予約できました。翌日の土曜日はフロントに30分待ちの案内が出ていました。朝食と夕食の時間は選べず、ホテルの指定時間です。朝食は7時半からの1時間。夕食はカニ食べ放題付きのプランで18時からの90分です。無料の貸し切り露天風呂も予約が取れました。無料の貸し切り風呂は露天風呂と内風呂の2種類あります。
それから今回無料の貸し切り露天は取れないと思ったので、事前に有料の展望露天風呂も予約していました。貸し切り風呂の予約時間はフロントでスタッフさんがパンフレットに書いてくれました。無料で利用できる施設は他にもあります。卓球は予約不要で利用できます。ゲームコーナーもあります。麻雀は1日1組で宿泊予約後すぐに予約ができるそうです。仮チェックインを済ませましたが、部屋に入れるのは15時。約2時間時間があります。金太夫は伊香保石段街の真ん中より上の方にあるので、石段街を散策しながら伊香保神社にお参りしました。いつものやつをお願いしなきゃ。世界征服。神社の裏から梶賀橋にも歩いて行きましたが、残念ながら工事中でした。2月25日まで工事中です。伊香保湯本不動像も途中の階段が凍っていて登れませんでした。温泉所にも行ってみました。伊香保温泉は黄金の湯と言われています。金色というよりは茶色で別の味がします。温泉所の先を進むと露天風呂がありますが、行ったことはありません。帰りに石段街の湯の花パンで買った石段で飲むヨーグルトが美味しかったです。そろそろ部屋に入れる時間なのでホテルに戻ります。石段街から金太夫に入る路地は虎の干支のプレートが目印です。路地から入っていくと金太夫の足湯があります。左の建物は無料貸し切り風呂。部屋に行く前にフロント横から浴衣を持参します。4階に到着。左右にとても長い廊下です。部屋は端の方で廊下はちょっと寒いです。やっとたどり着きました。昔ながらの鍵を回します。とても広い玄関。靴を履いて移動するトイレと洗面所です。では部屋を紹介。部屋は4階の和室10畳です。エレベーターから少し遠くて7階の大浴場の下あたりの位置です。すでに布団が敷いてあります。座卓にはテレビ表やいつものお茶菓子、昔ながらの金庫、畳はボコボコです。広縁にテーブルセットと冷蔵庫。窓からは群馬の山並みが見えます。夕食はカニ食べ放題のプランです。カニ食べ放題の場合は夕食チケットにカニチケットもついていて、席は指定されています。席までスタッフさんが案内してくれます。カニは一皿ずつ食べ終わったら注文するおかわり制です。自分で取りに行かなくてよいので楽です。夕食メニューはいつもの伊藤園のメニューという感じでした。1月のフェアでは赤城鶏の鶏鍋と塩唐揚げもありました。鶏鍋美味しかったです。
お酒も飲み放題でした。金太夫のお風呂は有料も含めて4カ所あります。7階の展望風呂。ここからは群馬の山々がとてもよく見えるはず。でも、女湯は囲いが高くて、湯船に入りながら景色は楽しめません。湯船に入る前、立った状態だと、なんとか見えます。ちなみに男湯は囲いが半分の高さです。7階の有料貸し切り露天風呂。春菜。これは夜遅かったので景色は見えなかったです。昼間なら遠くの雪山も見えたと思います。ゆったりしていてよかったです。でも、次の機会があったら、昼間に入って景色を楽しみたい。最後は湯船に蓋をして出ます。1階の無料貸し切り露天風呂。安らぎ。一度ホテルを出て離れの建物に向かいます。無料貸し切り温泉は6カ所。そのうち露天風呂は2カ所です。1月は17時半でもう真っ暗だったので景色は楽しめませんでした。でも景色は塀と屋根の隙間の空という感じだと思います。1階の露天風呂。ここは不人気なのか、2回くらい行きましたが、毎回私一人でした。露天と言いつつも、塀と屋根の隙間から空が見える程度でした。周りに旅館が建ってるから仕方ないですね。朝食はいつもの伊藤園ホテルズの朝食。しかし、残念なことにしじみ汁がなかったのよ。売店は8時から20時までの営業です。フロントの横にあるので、会計もフロントで行います。あまり広くはないスペースです。僕、こんにゃくの妖精。でも、食べられないよ。僕は、ぐんまちゃんのかぶり物の妖精だよ。確保。7階には展望ベランダがあります。景色はとても良いのですが、冬はとても寒いです。一度お風呂に入って、ベランダで景色を見て、またお風呂に入って温まって部屋に戻りました。なんといっても、竹久夢二が愛した春菜さんよね。夜の石段街も綺麗ですよ。寒くて長居しないせいか、あまり人がいないのよね。金太夫からは少し歩きますが、翌日は竹久夢二伊香保記念館にも出かけました。同じ伊藤園グループの伊香保グランドホテルの前です。10時開演で毎時間40分にアンティークオルゴールの演奏があります。宵町草をぜひ聴いてください。お昼は石段街にある五代目花山うどん石段街店。先に発券機で QR コードを出して順番待ちです。90分待ちでしたが、金太夫が近いのでホテルのロビーでのんびり待ちました。 QR コードで待ち時間を確認し、
15分前くらいにお店に戻りました。昨日は水沢うどんで、今日はひもかわうどんです。お土産も販売しています。長州豚が入ったおにかま1300円。幅広と幅狭めのひもかわが石段に乗っかった天ぷら石段あい盛り2味1980円。ひもかわうどんは食べにくいイメージでしたが、このひもかわはとても柔らかくて食べやすかったです。15時40分、金太ユーロ B に集合。15時55分、金太ユーをバスで出発。行きと違ってバスが混雑していました。帰りのバスは満席だったと思います。春菜さんかな。夕焼けでピンク色。赤城山じゃないかしら。17時10分、高坂サービスエリアに到着し、20分の休憩。17時50分、川越到着。19時過ぎに池袋に到着しました。おしまい。